改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第8回目です。前回はレロレロレイディオでしたけれどもね、今回元に戻りました。平川さんがですね、途中でパーソナリティをですね、僕にはできないよって、すぐ言うんです、あの人ね。もはい頑張っていただきました。いやつうか楽しんでたよね、全然ね。毎回ね1時間ぐらい行っちゃうんですけれどもね、直しません。そしてですね、今回は久しぶりに僕ナレーション読んだんですけれども、非常に緊張しました。そのゆえんがですね、この目の前にいらっしゃるこの方です。どうも、音響監督の岩波義和です。なんか爆発した素晴らしかったね、オープニングナレーション。本当ですか？尺もぴったりだし。そんなに褒めてくれないじゃないですか、でもオラ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 ジオなんだよね。正式名称は、オラオラジオです。でオラオラオラってくっついてるんです。そこについてるの？オープニングはなんか原稿はオラオラ2回だったんだけど、オラ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  5回ぐらいやってたからどうなんだろうっていうすいません、細かくて職業柄。これね、ジョジョのアフレコが始まる前に、山根さんが入ってきて、まず最初にやること、これ直しますって言って入ってきて、間違い探しコーナーね。そうまず台本の、文字細かい軸を原作通りに戻す原作からシナリオになって、コンテになってさらにアフレコ台本なんで、その間にちっちゃい「つ」とか大きな「あ」とか、びっくり1個抜けてるとか、そうなんですよ。細かい直しがね、まずアフレコのスタート時にやる作業なんですよね。全部ね、岩波さんはね事細かにそこを直していくんですよ。僕がやってんじゃないんだけど、制作の方が答え合わせしてくださって、で監督と相談しながら、これは台本のままでいいですとか、あえてシナリオ上で変えてあるところもあるんで。そうですね、確かに原作全く同じかっていうと、ちゃんとそのアニメにすることに即して変えてたりはするんですよね。ここはちゃんと原作通りやろうみたいなところは直して、まずそれがアフレコ前の最初の作業、日課みたいなね。いや、でもゲストの方がいつもね目が点になるよねこれびっくりマーク2個に1個になってますけど、2個ですって言われて、どうそれは変えるのかなっていうのを。よくあるのがちっちゃい「つ」びっくりですみたいなねそれちっちゃい「つ」どうやって表現するんだみたいなねよくあるそうで、毎回ね、その岩波さんのエクスキューズが入るわけです。こういう番組ですと、これジョジョですと、いやーでも岩波さんいろいろね今日聞きたいことあるんですけれども、まずは、前半戦最終回を迎えまして、で最終回のオープニングがさっきお聞きいただいたやつね。あれはね、福岡の小山くんってやつがいるんですけど、こいつがまた三度の飯よりジョジョが好きっていう。であいつがね、勝手につけてきた誰も頼んでない楽しそうだった。それすごいですよね、頼んでないってことは自分の仕事としては、増やされてないのに自分で増やしちゃったってことですね。勝手にやってきて。いやすごいことですよね。あれは、じゃあ小山さんの小山エディションなんですね。そうオラオラっつってどうや岩波さんどうや聞いてみやどうやうるせえなと思いながらねまあいっかみたいなね。昔のアニメを見ているようで、昔よくありましたもんね。最終回だけなんかつけたりとかね。僕もよく最終回子供向けだと歌ったりとかね、大人向けはさすがにやらないんですけど、やっぱねそういうのを見てお子さんもいつもと違うっていうんで喜んでくれたりするじゃないですか。テレビの前で一緒に歌ってくれたりね。ファンサービスですよね、まずね。そうですね。でファンサービスなんだけど、スタッフさんがファンだったっていう。まあね、前の上田さんのラジオの時も言ったけど、だって僕最初に呼ばれた時にさ、本当嫌だったもん。ラジオに？いやラジオじゃなくて打ち合わせに作品こうジョジョやってくださいっつって出版社の大会議室行った時にもう全員顔に書いてあるわけですよ僕の青春はジョジョとの青春ってで僕だけが素人なわけですよ。ジョジョビギナーなわけ。
もちろん原作とか読んでったけど、うわきついなこの現場って思ったもんあ、なるほどなるほど。まあ逆にでもそういう固定概念みたいなのがない分フラットにジャッジができたかなってよく言えば今思えば、ああそうか、割と整理役になることが多いじゃないですか、音響監督っていろんなみんなの思惑があって間に立つこと多いですよね、そう最終的に調整してじゃあここに着地しましょうかっていう役どころがあるんで、あんまり固定概念があるとねよくないんですよね、確かにそうかもしれない、じゃあよかったです、まあ帰ってよかったかなって。まあこれ一部二部とでもこうやってきて、でもだいぶ徐々にこう侵食されたんじゃないですか。そうですね、もう終わると酒飲まずにはいられないですだから小野さんもそうでしょ、やっぱ今ぶっちゃけ前半戦終了してちょっとお休み期間じゃないですか、オンエア的にはそうだよね、すごいさ楽じゃない、気持ち的にまあ楽ですね。確かに前の日とかやっぱりさちょっとこう節制しとかなきゃとかさ、ありますあります、そうそれ岩波さんにも言ったかな、確かお酒飲まないようにしてたんですよ。やっぱ飲んだ次の日オラオラ言えない言えないと思って、でだからずっと立ってて、その前の日は、でその話をこの間雲翔さんにしたら「飲んでるよ」ってダメだよ飲まなきゃそれは年の功かな、力抜けって、まあ力抜いたことによってオラオラがだんだんやりやすくはなっていったんですけど、まあでも何せよ体力使うんですよねこの番組。僕なんかただ聞いてるだけなんだけどさ、すげえ削られるもん。いやでしょう、やっぱりこう剛速球フルスイングじゃないと成立しない、バントとか盗塁とかなしみたいな、真っ向勝負みたいなところはありますからね。あります確かに、それってさっきおっしゃってた通りそのバランスを取るのが結構職業としてはあるわけじゃないですか、音響監督さんって、あのバランスどうやって生み出したんですか？いやみんな勝手にやってまあやっぱ原作ありきだからこの熱量ね、よく上田さんとかも一部二部のラジオとかおっしゃってましたけど、このぐらい込めないとやっぱり伝わりきらないっていうのはやっぱ皆さん感じるところなんじゃないですかね。でもさほら1話のアフレコの時にさ、大川さんがさ雲翔さんにさすごいこそこそ言ってたじゃん僕が直ししてここちっちゃいつびっくりほらね雲翔さん言った通りでしょみたいな、これが大事なんですよ、これっすよみたいなこの番組なんですよみたいな大川さんがずーっと雲翔さんにこそこそ言っててさ言ってた岩波さんが言った後でそれをずっと付け足しててねでしょみたいなさそうなのって大きい声出したくないよさって言いながら一番大きい声出してるの雲翔さんだもんねあれはどうでした？想定内でした外でした雲翔さんがあそこまで。いやありがたいですよね。っていうかだからまあ実質チームリーダーなわけじゃないですか。だいぶドジっ子ですけどドジおじさんですけど、ドジおじさんドジじいだ、そういうのも含めてやっぱね、そういうリーダーがあそこまで頑張るんだったら子分もそれは頑張んなきゃってなりますし、確かに雲翔さんにやられちゃったら俺たち絶対抜けないなって思いました、でもよく話題に上がるんですけど、何よりもA パートの一番最後の棺桶を引き上げたあいつらがうひゃーってなってバーナーでディオの棺桶こじ開けるじゃないですか、あそこのテンションがどうかしてるっていう話をするんですよ。1話目のね、頼んでないもん別に頼んでないんだあれ。頼んでないけどでもやっぱそういうセリフ回しなんじゃないですかね。だから1、2部の打ち上げの時に、まあ最初はこう早くって言っちゃ悪いけどこうセリフが少なめの人、例えば兵士 A とか、ゾンビとかの人を挨拶してもらうんです。で僕、打ち上げでこうキャスト紹介の司会っていうのが僕のとっての大体最後の仕事なんですよねそれでもやるんですよね。やる大体音響監督やるんですけど、まあ順番とかでやっぱりこう割と小さな役の人が先の方にやる。でもね普通の番組だとそういう人たちあんまり言うことないんだよね。あれね、困るんです。僕も番歴の時に行ってすごい緊張しましたもん。なんか頑張りましたぐらいしか言えないんだけどジョジョは違う。
兵士 A ゾンビ A でも全員名言を持ってるわけよ。名台詞があるわけよ。そうだ、言えるもん。言えるわけよ。なんか気持ちを込めました。コリコリとかなんかさドベとかなんかあるじゃん。ある、ある。みんなだからその兵士 A ゾンビ A でもどっかん受けるわけ。こんな作品はジョジョしかないなと思って。そうですよね。だからやっぱそんだけねセリフ回しが面白いんですよね。それこそそこにしびれる憧れる、あれをですね、あれをよく松岡君に、振ったなと思って。それは軽く松岡義継ディスってんのかい？いや僕は義継大好きですよ。ちょっとどうかしてるじゃないですか彼も。いい意味でどうかしてる。いやだからね、あそこに持ってきたっていうのはやっぱちょっと感動したんですよ、見てて。やっぱ一部すごいプレッシャーかけたけどね。この話数で一番人気あるセリフだからね。あの話数で一番人気があるセリフがそいつっていうのもどうかしてますけどね。まあでもね、もう散々パロディにもされたし、だからあんなさ、要は男の子 A みたいな役じゃないですか。そうですね。そのセリフが名言名台詞で何十年も語り継がれるなんて作品はないもんね。ない、なかなかね。でそう岩波さんはなんかたまにそういう名言とかってなんか日常で出たりします？好きなセリフとか。一番出るのはやっぱり酒飲まずにはいられない。それ一番出る。まあでもちょくちょくなんかやれやれは言ってる気がしますよ。やれやれだぜは出るね。あとね、やっぱりジョジョやってるとね、性格的に荒ぶるんだよ。いやわかる。オラオラになっちゃうんだよね、ジョジョやってるから。オラオラ系になっちゃう。オラオラ系になっちゃう。オラオラ系っていうか、まさしくオラオラに。じゃあ何あれですか、ダビングとかしてる時とか、その音作ってる時とかにこうグワッとなるんですか？いやそこまではいけないけどカメラを叩いてみたりきちんとやってクールに去るぜ。すいません、今取ってつけたように言いました。でもその声がでかいっていうね。クールじゃねえ。やれやれだぜはよく出るね。でもちょっと嬉しいですねそれは。でもさ、よく小野くん聞いてて思うんだけど、やっぱスターダストクルセイダースといえばオラオラじゃないですか。名言中の名言といえば、あれよく出るよね。あれさ、コツあんの？コツ、コツでもね、今田さん僕ね掴んだんです。一つは雲翔さんからアドバイスを受けた肩の力を抜きなさいっていうの、今すごいこう固まってやってるから、抜いた方が出ることがあるっていうこと、あとプラス僕が編み出したやつは、顔作る。顔をちょっと下向けてマイクをこう睨むんですよ。で眉間にシワを寄せれば寄せるほど出やすいです。あれは今ね、ラジオ聞いてる皆さんお分かりづらいと思うんですけど、今ねちょっと下を向いて般若の面みたいな顔を小野大輔がしてます。すると、なんかちょっと顎引くから、喉がね顎引いた方が開くって、そう聞いたことあって。で肩の力抜いて、要は、トーンとしては低いじゃないですか。低いです。一番小野くんが出す声でも一番低いでしょ。低くて早く喋るってもうそれだけで難しいんですよ。皆さんラジオの前でやってみてください。一番自分の低い声でオラオラを連続で喋ってみてください。言えませんから。素人は言えない。ありがとうございます。でもあれってオラオラって言いながら連続で大体殴ってるわけじゃないですか。殴ってます。殴りながらのセリフを、一番下の方のセリフ音域でやるって本当にねできない。いやでもやっとようやく最近、なんかこう板についてきて自分の中には入ってきたかなとは思いますけど、難しいな。やっぱオラの「オ」で大体パンチを繰り出してるから、そこにアタックがないとダメなんですよね。アタックっていうのはその音がこうそこが跳ね上がるっていうかな、そこにピークが来るみたいな、これを低い声でやるってだけでも難しくて、それをさらに連続でやるっていうのはなんかモノマネとかしてる方を聞いてると、オラ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 って言うんですよ。それは誰でもできる。これは多分できるけど、オの頭にアタックを出すっていうのは本当できないよ。皆さんやってごらん。どうぞちょっとやってみて。オラ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 
聞いてみていただいて分かると思うんですけど、オラオラの「お」の頭にアタックがあるんですよね。要はパンチを繰り出してるっていう様が音声でも表現できてる。これはねやっぱね声優さんすごいね。ありがとうございます。いやでもこれは本当やれやれです。これやれやれつらいいやまあでもそうだ、メール読みます。そろそろいいっすよ。メール読みましょう。スタンド名上映会ハンター。歌教員上映会大阪に続き、先日はポルナレフを追いかけ名古屋行きの新幹線に飛び乗った私ですが、今回初めて音響監督の岩波さんとお会いして、そのインパクトの強烈さにジョジョアフレコ現場のパワーの根源が理解できた気がしました。まず最初に全身黒のなんだか靴までカンフーマスターのようなお姿で登場した岩波さん、顔立ちが俳優の田中健さんに似ていて、これでケーナを吹いたら完璧な感じ。横にはうちの妻がを連発する愛妻家小松さんがまるで屈強なボディーガードのごとく、そんな小松さんに便器って言ってもっとポルナレフっぽく言ってとサービスをこれでもかと要求。トークもどこかだらっとしているはずなのにお客さんに接近し、さりげなく場を和ませつつ笑いのツボを抑えていて、ああこの人はキャバクラとかでみんなにピンドン入れてとかモテモテな社長さんのタイプだと声優さん方が岩波さんの話題で盛り上がるのは、この中年セクシャルオーラハモンでかと堪能して東京に帰宅いたしました。いやはや本当に楽しかったです岩波さんというメールをありがとうございます。名古屋楽しかったですよ。名古屋の上映会に行ってきたんですね。そういやそうまあ黒っていうの僕一応裏方なんで、人前に出るときは演者さんより目立っちゃいけないっていうんで、まあ大体黒着ていくようにはしてるんですよ。全身黒、で名古屋の時は何せね小松さんが人生初イベントだったんですよ。うわーそっか、これがそれで緊張何せ楽屋でもね緊張しまくっててさ、じゃあ僕こういうこと振りますからとかああいうこと振りますからとか、まあとにかく小松さん立てないとダメじゃないですか。まあ演者ね、そうですね、だからまあなんか無理難題無茶ぶりをしたみたいに映ったかもしれませんが、僕は一生懸命小松さんを盛り立てようとしてたんです便器って言ってもっとポルナレフっぽく言って、なんかあれジョジョ立ちも要求したというふうに聞いてますよ。そうポルナレフ立ちいろいろやってくださってね、もう汗びっしょりかきながら。そうですよね。で小松さんの奥さんがね、名古屋の女子アナさんだったんですよ。らしいですよね。で僕小松さんより先に会ってる。運命的な名古屋のテレビ局の番組やってて、でまあ女子アナさんがニュースを読むっていうシーンがあって、でまあプロモーションも兼ねて実際の女子アナさんが東京の方にいらしてアフレコしますって、もう僕ら大騒ぎさ。大体女子アナさんって男のロマンじゃないですか。確かにそうだ、僕もなんかのアフレコで会った時にうわーって思うよね。ある種なんかこう神格化してる部分があるじゃないですか、女子アナさんって聞くだけで。女性の芸能人よりも女子アナウンサーって言われた方が確かにおーってなりますね。確かにもうワクワクしながら待ってて、でまあ本当にいらして、でまあ本当に聡明な方でお綺麗で、まあ将来なんか声のお仕事もやりたいなみたいな話をされてて、アフレコ終わった後ご飯食べに行っていろんな役者さんとかにも相談されてたりして、まあ僕はそれっきりだったんですけども、小松さんから後で聞いて「妻がよろしく」と申して「あの時の」みたいな、まあこっちにその後こっちにいらして、実際にアフレコ現場で会っておっしゃってましたけど、愛妻家でね、妻がっていい話ですね。いやスタンド使いは惹かれ合うみたいな話ありますけれども、なんだかんだ、あとキャバクラ行かないですそこそうですね、そこ否定しとかないとね。僕は行きません岩波さんは。そういうとこ苦手なんで、どっちかっていうと。いやでも確かにね、なんとなく近づいてきてね、場を和ませてくれるっていうのは分かります。すごくなんかね、だから小松さん初めてだったからさ、で僕それなりに結構いろいろ出てるんで、イベントね、上映会とか確かに。なんでそっちの音響監督の方がおかしいよね、離れしてるっていうのね。面白いな。どっか行きましょうよ小野さん。もうぜひ一緒に。いや僕も行きたいです。ここで言っとくと本当になるもんね。いやだってあれですよ、仙台行きたいですもん僕。いいっすね。仙台いいっすね。牛タン食いたいっすね。でしょ。しかも荒木先生の
ぜひですよね。お膝元ですし行きたいですし、岩波さんどこ行きたいんですか？沖縄似合うなまあちょっと前で福岡とかねよくある、やっぱ東名範囲やったら福岡札幌みたいなね。札幌もいいな飯だ。ワーナーさんよろしくお願いします。集英社さんよろしくお願いします。お願いいたします。スケジュール開けて待ってますもう一通いけるそうですよ、はい、そうだ、でもね今分かった。沖縄って言ってるのなんで似合うかっていうと、今日半ズボンです。半ズボンじゃないんですけどね、正確に言うとね、長ズボンこうまくってる系、まくれるズボン系。うわー、すげえ美脚。君が振るからさそうですね、柳波さんのズボンの丈で、季節を感じるという業界の人が多いっていうね季節の風物詩と秋が来たんだな、岩波が長ズボンを履いてきた、秋が来たんだなって。岩波さんの足っていうのは季語ですからね、はいはい、もう一通来てますんで読みますよ。スタンド名マーチ。なんでそこでいい声出すの？いやこれスタンドを出すからそうかね、出ないかもしれないから、ちゃんとやらない、ですね、ポルナレフ役の小松さんがゲストのプレミア上映会の話だね。また音響監督の岩波さんが、キャラクター名を丈太郎ちゃん、歌教員さん、ポルナレフ部男と呼んでいて思わず笑ってしまいました。出演者スタッフの方たちはキャラクター名をどのように呼んでいますかということですよ。小野さんは丈太郎でしょ。でもね、もう雲尚さんのことを僕ジジイと呼ぶようになってしまってそれはあれだよね、ディオからだよね、小安くんからだよね。でもそうですね、小安くん普段でも雲尚さんのことをジジイって。いやこれ悪い意味じゃないですよ。なんかね、そうなんですよ。小安さんが随分といい感じにそのハードル超えちゃってるんで、先輩だからいじるとか、もうまた雲尚さんが嬉しそうなんだよね、いじられると。うるせえようるせえよニヤニヤしてるから、だいたいジジイって呼びますよね。でも役名も歌教員でしょ、ポルナレフでしょ。この部男っていうのは、なんか丈太郎が呼んでたっていうのは三宅健ちゃんが言ってたんですけど、確かにある一時期から岩波さんも呼び始めたんですよ。まあでもちょっとなんかあんまりなんでもうやめようと思うなんか一説によると、上映会東京かな、彼がケンちゃんが出たのは、なんかアブ様って言われてたらしいアブ様か、だから今度からアブ様にしますアフレコ現場で、いつまでも部男じゃかわいそうだしね。そうですね、いやなんかよりでも嫌がりそうな気しますけどでも僕野郎が呼ぶと雲尚さんジジイとは言えない何カットジジイカット120のジジイ言えないな、やめてよ喜んじゃうかもしれません。僕でもジョースターさんだね、現場で呼ぶときはね、連綿とね受け継がれたジョースター家ですから。そこは敬意を表して自然とね。丈太郎ちゃんはさ、あんなやつだけど、すごいいい子じゃん。そうなんですよね、おじいちゃんおばあちゃん思いで貧困行いは悪いけど品性はすごいいいっていいんですよ。こう同性から見てもなんか人気が出るタイプの、そうですね、いい子なんだよね。だからなんかジョーちゃんとか丈太郎ちゃんとか絶対あいつリアルだったら呼ばれてると思うんだよだからなんとなくだから丈太郎ちゃんになっちゃうんだよね。いや俺もだいぶ慣れましたそれ。丈太郎ちゃんも悪くないなと思って、最初やれと思ってました。いいやつだなって歌教員さんはやっぱりちゃんとしてるからたまにパンツ丸見えとかやるけど、基本しっかりちゃんとしてるからさん付けなんか歌教員さん大体同じだと思うんですけど、学生服着てるから、でポルナレフは呼び捨てっていう。ポルナレフはポルナレフって感じじゃないねだからダチって感じなんだよねおいポルナレフみたいな。いや本当この感じですよ。もうお聞きの皆さんも、みんなも呼べばいいと思うよ。確かにね、後半戦からはアブ様にしますはいというわけでまだいける、じゃあもうこれ読まなきゃいけない。スタンド名、お家の中で開演の大社獄のモードはおやめください。ゲストの岩波さん、お待ちしておりましたっつ。ありがとうございましたっつ。
キャストの方々のお話も楽しいのですが、これだけジョジョ愛でみっちり固められているアニメを作られているスタッフさんに僕は敬意を表するお話ぜひ聞きたいと思っていました。中でも足が群抜と噂の僕が言いました、岩波さんを楽しみにしておりましたよ、ジョジョの効果音ってやりすぎなんじゃないかというくらいものすごい音が、なぜか全然違和感なくバンバン鳴っていて音だけ聞いても笑えて嬉しいです。褒め言葉です、効果音をどのように作ってどのように選択しているのでしょうか。来た。これ冒頭言いました小山くんが勝手に好き勝手にいや楽しそうにやってる。楽しそうに、いやとはいえですよ。でもね、音の作り方としてジョジョって本当に簡単そうに見えて難しくって、つまり熱量を込めるっていう意味で音的にも要は詰め詰めなんですよ。セリフもギリギリのところ、音楽もギリギリのところ、効果もギリギリのところ、でもそれぞれがきちんと聞こえなきゃいけないっていうギリギリのバランスでやってるんで、結構ねハイクオリティというか、ハイエンドというか、ハイテクニックというかを使ってるんだけど、全然そうは見えないって勢いだけでやってんじゃねえみたいな。でもそれっていいことですよね、なんだろうな、こういう風にやってるっていう技術が見えるんじゃなくて、とにかく伝わってくるっていうのは、あとだからあんま小手先のことっていうよりも、とにかくやっぱりこう熱量を伝えるべくぶつけていくっていう、それは効果音にしても、あと菅野祐吾さん素晴らしい作曲家さんなんですけど、菅野さんの音楽といいね、素晴らしいですね。本当にあの方も才能ある方なんで、やっぱね劇版聞いただけでやっぱねゾクッとしたもん最初。サントラずっと聴いてられますね。今もね流れてますけどもね、劇中の音楽が、いやー、そうバランスか、なんかプレミア上映会ってバランスを逐一取りに行ってるって話を聞いたんですけども、っていうか再生環境で、なるべくベストな音量であるとかバランスっていうみたいのをちょっと詰めたりはしますけれどもね。ただやっぱ劇場で聞くとやっぱうるせえなテレビでね最適化するように音は作ってるんで、僕テレビで聞いたらこうなるっていうのを、弊社のスタジオで撮ってますけども、そのスタジオでこれからチェックするんだっつって、テレビから出る音で聞いてたりするんですよね。僕はいつもそうですね。大きい音でスタジオの中ってものすごい大音量でモニターしてるんですけども、全部聞こえちゃうんで、大きいから。実際にテレビで聞いた時にあれっていうこともあるわけなんですよね。だから僕は皆様の視聴環境になるべく近い薄型のテレビでモニターして、細かい例えばノイズであるとかそういうところは優秀なスタッフに任せて、全体のバランスを取るってことにダビングの時では終始してますね。要は大きな絵をちょっと離れて見るみたいな。全体のバランスってね、大きな絵って近づいて描いてると分かんないじゃないですか。細部は分かるけれども、やっぱり全体を見渡さないとっていう。音でも同じことで、やっぱりちょっとこう小さい音、テレビのサイズで聞くことによってバランスってのはより分かる。あと難しいのは今やっぱね、最終的にブルーレイ DVD でいい音で聞いても最高の音にしなきゃいけないし、そのために 2.1 チャンネルって重点をつけたりもしてるんですけど、ちょっとプレミアというか、そういう感じでね。あとはネット配信もあるし、例えば携帯電話にダウンロードしてヘッドホンで聞いてる人もいるし、いろんな視聴環境があるんで、全ての環境でなるべく最適に聞こえるようにっていうのは意識して、だからまんべんなく音域を使うとかね、低い方だけで音を作っちゃうと、大きなスピーカーで出してる時はいいんだけども、例えばパソコンのスピーカーからは全然音が出てないよ、切れちゃうんですよね。だからなんか上太郎殴ってドゥンだけで作らずに、ドゥンもあるけどバーンもあるしキーもあるみたいな、低中高みたいな音を常にワンパッケージで、どういうような再生環境でも迫力が出るようにっていうのは、最近は特に意識しているところで、特にジョジョは意識しますよね。いや僕も初めて聞きましたちょっと音響監督っぽいことも言っとかなきゃなって。音響監督ですねいやー、これはためになる。これも読む？じゃあね、岩波さん、これねいっぱい喋っておりますけれども、これメールのコーナーラストなんですが、聞きたいことがあるので読みます。
スタンド名歌教員にレロレロされたいされたいんだ。されたいのか。されたいんだチェリーねえ、丈太郎にオラオラされたいんじゃないのオラオラされてからレロレロされたいんじゃないの。リタイアってなっちゃうから小野さん、軍閥の音響監督さん軍閥の音響監督さんはもはや名前もないければ、足の評価も入ってないんで、まあいいっす。まあ悪い表現じゃないんで。そうですね、もう軍閥です。いいっす。はじめまして。はじめまして。せっかくなので聞いてみたいのですが、1部2部と違い3部は敵のスタンド使いが次々と現れたり場所もどんどん変わっていくので、かなりの数のキャラクターが登場することになりますが、その声のイメージが自分の持ってるイメージとかなり合っていたのに驚きました。一体どういう風にキャスティングされたのでしょうか。スタンド、まあスタンド使い、スタンド使いね、やっぱロードムービーなんで、で次から次へと敵が出てくると、でやっぱりその魅力的な敵じゃなくてはならないっていうのがあって、まあでも監督からねまずオーダーがあるんですよ。津田監督から、こんなイメージで大体ねキーワードがついてくるんですよね。キーワード、端的に表した言葉が、例えばラバーソウルイエローテンパランスのね川田君やってもらったんですけど、これはねゲス川田君がゲスじゃないよ。ゲスが上手い人。ゲスが上手い人。お、確かに、川田君はすっごい好青年だけど、もうそうですよ、でもでも分かる、確かに。スティーリーダンの時の岸尾君、スティーリーダン、ハンサムなゲス。ほぼ同じだけどハンサムなってつくのか。確かにそういうキーワードが出て、でキャスティング手伝っていただいてる白川さんでアイデア出してもらって、僕の方からもアイデア出して監督にこうボイスサンプル聞いてもらって、この人でみたいな。ちなみにねマニッシュボーイ、御社の先輩の大谷育ちゃん、大谷育恵さん、そうですよ。あの時は邪悪な子供大谷さんがじゃないですよ。これいろいろフォローしとかないとね。そうですね、いや散々それね雲翔さんが言ってたんですよ、ゲスト来た時にも、もうねぴったりだと思ってねつって邪悪なところがつって、おいおいおいつってひどい。みんなほんとぴったりだって、で平川さんに至っては大谷さんがいいなって言ってて、そうなんだ、来たからうわーってなってて。でもやっぱうまいよね。赤ちゃんの鳴き声とか、あれできる人そんないないよ。いないと思います。あんな可愛い鳴き声出しつつ、邪悪なことをチッつってちなみに前半最終回までのミドラー、ハイプリエステス、ハイプリエステスですね。久川さんはどのキーワード、残念な美人声絶対に聞かせられないこれだけは。久川さんは残念じゃないです。けどご本人はね、残念な美人の声に聞こえるタイプだから、単純な誰が聞いても美人とか強いとかそういうんじゃなくてっていうことですよね。なんか、そうなんですよ。久川さんの声で、てめえらーみたいな、本気で言いとらなーみたいなやつとか、ちょっと下水こと言うじゃないですか、この作品って女の人の方がより下水こと言うんですよ、ビチグソがとか。というね、なんかトンチキがって、雪野さつきさんが言ってた時も言ってた基本でも品がちょっとある人がね、なんていうかな、だから行いは悪いかもしれないけど、やっぱり品性はどこかいいんですよね。そうかもしれない。まあ全然ゲスだけのスタンドとかもいたけど、それはそれでね。ゲスだけのでもすごい、でもそういう意味ですごく当てはまってるみんな。だから下品にならないっていうかな。だから変なこととか下水こと言ってもどっかこう愛せる部分があったりとか、なんか逆の要素をちゃんと持ってる人じゃないとダメかなっていうのは。そうするとキャプテンテニール、偽ですけど、キャプテンテニールの源田さんって源田さんの場合はね、でも旅に出てちょっと最初の方のスタンド使いじゃないですか。最初の方に倒しちゃうスタンド。そう割とあっさりね。そんなに実はそんな強くもないけど、これからエジプトに向けてこうロングタイムの旅が始まるにあたって、
やっぱ弱そうなスタンドから使いからね始まっちゃもう源田さん言っとくみたいな言っちゃいますかみたいな、もうだって面白かったもんね兄ちゃんって言うだけで面白いもんね。最高でしたよ。もうお兄ちゃんってもう途中から楽しくなっちゃって、もう言うの楽しくなっちゃってましたもん、源田さんが、お兄ちゃんでもテスト聞いた後、小野くんに言ったのは、小野くん、負けそうだねみたいな言ってました、言ってました僕も言いましたもん、勝てる気がしませんってまあでもそのぐらいの人がやっぱ一発ね、来てくんないと、じゃあこの後どんな強いスタンド使いが現れるんだろうっていうね、それを倒していかないとっていう。そうなんですよ。でその次はカッペちゃんだったもんね。そう来たー、あの時はね、監督がね、猿うまい人誰ですか、カッペちゃんっつってそれで決まった。正解っつってでも本人言ってたけど、ジョジョの奇妙な冒険、ゲストです。そうか、ジョジョか、来たな、どんな役だろうな、オラウータンみたいなでもあんなでかい猿は初めてだっつって、いろいろ猿やったけど、サイズ的に結構もうちょっと頭身が低い小さい猿、まあ彼ね、自分の会社に悟空ってつけてるぐらい、やっぱりね、お猿さんに縁のある、まあ、本人もちょっと猿っぽいところも、大好き。セリフはねないけれどもね、その代わり大川さん頑張ってたもんね。言っているって、この絵でこうは言っているってそんなに張り切らなくても、あれは確かにでもね、ナレーションで言わないと誰も言わないですからっていうので、いやでもあそこも完璧だったら、チャイの説明とかも完璧でしたしねチャイそんなに張らなくてもでもっていやでも本当もうテキスタンドから、もう全てにおいてなんかキャスティングはちょっとうなりますね、また後半戦もね、次から次とすごい人が登場しますんで、もうキャスティングが進んでるんですね、着々と徐々にお楽しみに。岩波義和、破壊力 C、 スピード C。 スタンドこう使う。アニメに登場したスタンドを一つピックアップして、自分ならどんな使い方がしたいかを送ってもらい発表いたします。スタンドというのは生命エネルギーが作り出すパワーあるビジョン、そばに現れて立つところからスタンドと名付けられております。番組ホームページでも募集をかけて紹介していましたが、今回紹介するのはフォーエバーのスタンド、ストレングス。これさっき話題に出たオランウータンですよ。猿といえば山口勝平さんだろうということでなったという話も先ほど聞きましたけれども、そんなストレングスの能力のちょっと待ってください、柳さん、これね参加してもらいます。そうなの、休んでいいところじゃないんだ。違うよ道理で喋らないと思った。油断してたストレングスの能力なんですけれども、船を巨大な貨物船に作り変えたりしてですね、その中のものを全て自在に操れると、スタンド使いじゃない人にも見えてしまうという特殊なスタンドでした。ではですね、皆さんから届いたストレングスの能力、こう使うというのを紹介していきます。スタンド名水晶。いい声だな。どうすストレングスですが、私はこの貨物船をコンサート会場にしたいと思います。とにかく大きいものを運ぶ貨物船ですから、中は相当広い空間になっているはず。船内は自在に操ることができるので、各公演ごとに人件費がかからずにいろいろなステージ構成に作り変えることができます。ライトアップ、レーザーや炎の演出、花火などあらゆる派手なパフォーマンスが自在にできますよと。夢が広がりますね。だってでもそれをオペレーションしてるのがオラウータンってどうだろうね全てにおいてね、確かに音響はしっかりしてほしいですね、これはね。そうですね。音響は岩波さんがやってる可能性もありますけど、オラウータンと並んでやるのやだだって続いてどんどんいきます。スタンド名おじさん。シンプル。おじさんらしいですよストレングスを使って船以外も同じように巨大化できるのか試してみたい。確かに謎ですね。なんということでしょう。うちのボロでちっちゃかった自宅もエテコーの手にかかれば豪邸に。ビフォーアフターですね、これね。この使い方できるんですかね。これちょっと僕らも謎なんですけれども、実体化するスタンドいいね。でも岩波さんこれ
そうストレングスを使うなら何に使うかって話をね、ゲストさんにも聞いてるんですよこのコーナーって。岩波さんってこれどう使います？でも先ほどのねしょぼい自宅を豪邸にするといいんじゃないですかね。豪邸にする、あとちょっとくたびれかけた車をちょっとスーパーカーにするとかそういうスタンドもいましたね。おお、そっか。でもこれいいね、確かにね、土地とかはそのままで豪邸にできるんですかね。それはいいね、ちょっとなんか世知辛くなってきたんで次いきます。スタンド名ミルキーズマザーズテイスト。ミルキーはママの味ってことだね。ストレングスを使ってやりたいこと、くだらないな。しかし、それは四国脱出。私は徳島県に住んでいるのですが、地方を海に囲まれている状況はやはりそこそこの閉塞感を感じてしまうのです。そうか、いいところじゃないですかね、四国ね。なので普段はボロい船状態のストレングスを停泊させておいて、いつでも九州、中国、近畿地方と気ままに行けるようにしたいです。足でね、足としてね、いいんじゃないですかね。僕は高知なんですよ、出身が。そうだ、高知県だから、徳島県に住んでて四方を海に囲まれてて閉塞感を感じるって、もうちょっとちゃんちゃらおかしいですよね。何を言ってるんだと。リスナーさんディスってますね。いややかましいですよ。だって高知だって山脈あるから、高速できるまではめっちゃ隔離されてたんですよ、四国の中で。そうだよね。高知確かに行きづらいもんね。行きづらいんですよ。だからお遍路さんとかもそれで困ってたわけですから、徳島の方がまだね、橋とかも近いしね。そうなんですよ。本州にも行きやすいね。ですよ。そうか、足として使うっていうのはいいんじゃないですかね。いいじゃないですかね。なんだろう、みんな庶民的なというか、なんか使い方がなんだろうな、夢があるんだかないんだか。じゃあこれいきます。スタンド名キリカさん。自分の運転する車は酔わないと聞いたことがありますので、船酔いが直せるかをストレングスを使って試します。もうなんか使い方があとやっぱりエテコのフォーエバーさんがいるなら、いい声が出せるかチャレンジさせたいです。美声のホワーとかブギャーが聞きたいです。山口さんの声でということで、できるんじゃないかな。できるんじゃないかな。いやあと海が荒れてたら酔うんじゃないかな。もっとも、そもそも論ですよ。こういう感じなんですけれども、柳波さんこういうコーナーです。これなんだろうな、なんかホッとできていいんじゃないですか。ホッとできますね、なんか真面目な話した後にちょっと一息つけると言いますか、そんなわけでこれからもですね、こんな日常で使えるスタンド、俺ならこう使うというあなたからのお便りをお待ちしておりますよ。以上、スタンドこう使うでした。岩波義和、射程距離 C、 持続力 C。 あなたの奇妙な冒険。人生で一度はある奇妙なエピソードを紹介していきます。はい、ここもね岩波さんに参加していただきたいんですけれども、岩波さんは奇妙な体験談ありますか？怖い系があったらそれが一番。僕が32年ぐらい前にスタジオに勤め始めたんですよね。でスタジオってここもそうだけど大体地下にあるじゃないですか。防音の関係とかで地下にやった方が多い。地下で地下で、日が差さなくて電気を扱ってて風が通らないって一番お化けが好きなんだって。でスタジオってよく出るって言うじゃないですか。これよく聞くんですよ、確かに。あちこちいろんな噂あるじゃないですか。僕も霊感全然ないんですけど。山さんないんですね。全然ないんですけど、一回そのスタジオで寝てる時に、そのスタジオの中で寝ててロビーの方から話し声がして、あれ誰だろうと思って寝てたんで誰だって言おうと思ったけど言えないので、体は動かないの。でこれは噂に聞く金縛りってやつみたいな。霊感ないからこれまで体験しない、体験しない。全然霊感とか何もないんで、しばらくなんかこういうふうに喋ってて、しばらくしたらなんか白いなんか人玉的ななんかものが飛んできて、頭の中を右から左にドンっつって通り抜けてった。中をですか？中を。で多分その時その瞬間にちょっと気を失っちゃって、で気絶。
でしばらくしたら目は覚めて、まあ、あたりも普通になったんだけど、体がやっぱり動かなくて、で徐々にこう努力してったら動くようになって、で汗びっしょりかいて、あれは何だったんだろうっていうのが唯一これまであった。こんな、ま、普通に喋っていいんですか？このコーナー。いいです。それ聞いてシーンってなるコーナーです。それはジョジョのスタジオじゃないです。じゃないです。まあ今もあるスタジオですけどもね。そう見たことないとか自分が感じないのに、そうなってしまうっていうのが、もうなんかちょっとより本物感がちょっとありますよね。このまま落ちたまま終わっちゃうじゃん、このコーナー。大丈夫です。いいの？メール紹介して。ジョジョの話とかもしとく？ジョジョの話？ジョジョについての奇妙な。奇妙っていうんじゃないけど、まあ上田さんのラジオの時も言ったんだけど、一部の音楽これなんだ。これじゃない方がいいかな。一部のやっぱ3話のアフレコっていうのはやっぱね忘れられない。一部の3話もういつも話しますそれ。上田さんと話すと出るでしょ。絶対出ますそれ。やっぱりね、聞いてるだけでブースの中が火事。炎上。ガラス越しにちょっと本当に熱いぞっていう錯覚するぐらい。うわー、わかる。でもだって見てる方としても、その時僕普通にお客さんでしたけど、見てて最終回だって思いましたもん。みんな言うよね。終わったって。だからあれは本当に後にも先にも、僕も20数年やってますけど、この仕事、あんな現場は本当なかったなって。でやっぱり沖津くん汗びっしょりになって出てきて、やっぱ中燃えてたんだみたいな。尋常じゃない汗っかけですからね、彼もね。まあその彼が一番汗かいたところでしょうね、あそこがね。ほんと全身びっしょりだったよ。ですよね。フルラウンド戦った後ぐらいの。やっぱそれが徐々になんか流れるそのなんか魂ですよね、きっとね。まあこっちだとね、ケンちゃんですね。三宅健太氏がケンちゃんね、ものすごい汗かいてて、ギリギリでオーディション受かったケンちゃん。その話もねがっつりしましたけれども、するたんびにほんとね、今だから言えるけど、オーディションテープの段階でひどかった。ひどいっていうのは、いい意味で悪い意味で。どうした三宅健太。そっちね。だからもうオーディションテープだって、要は各プロダクションで撮って送ってもらうんですけど、何遍でもやり直しできるし、周りには知った顔しかいないし、実はスタジオオーディションよりもリラックスできるね、自分のとこの会社のスタジオとかでやるから、いいとこ出やすかったりもするんですけど、大体いいとこ出てくるんだけど、いや三宅健太ねひどかった。うわって俺思ったもん。どうした健太みたいな。デビューの時から知ってるけど。そうですよね、好きすぎてっていうのは言ってましたけれども、で、スタジオオーディションもやったんですよ、もう一回ね、候補何人か絞って。その時もガッチガチで、ほんとギリギリだったもん。小野くん、平川くん、小松さん、みんなトントントンって決まったんですよね。そうですか。で小野くんもほらゲームでやってたから逆に呼ばれてやるのすげえ緊張しましたよ。でもやっぱガチでオーディションやって、ガチでやりました。ガチでやっても何十人も上太郎を受けて、でやっぱり満場一致でやっぱり小野くんだねってなったわけですよ。それが本当に心の底から嬉しかったんですけど。ゲームの方はちなみに 1,2 部はアニメの方に合わせていただいてるんですけど、3部以降はまあゲームはゲームでそれゲームのキャスティングされて、こっちはこっちでやろうってなってたからまたガチでオーディションやったんですけど、やっぱり小野くんだねってなって満場一致で決まって、それはありがたかったんですよ。でポルナレフが平川君の歌教員さん、ポルナレフがトントンって決まったんですよ。ポルナレフ小松さんいいっすね、いましたねみたいな。それでさ部男それがね、僕は最初聞いた時に意外だったんですよね。部男って言っちゃいけない、アブ様があまりに言ってたんですよね。何年かやってきた中でも、俺は上がってたって言ってたんですよね。上がってたんだってここに来てでっかい図体してね。いや本当にだからスタジオオーディションの時もガチガチで、やっぱちょっと不安視する声も大きかったんですよ。そうなんですね。どうなんだろうって、結構いい方の候補ではあって、こいつとかね、
パフォーマンスとかいい方のだったんだけど、どうなんだろう、三宅さんって大丈夫なんだろうかって。それってでも多分岩波さんはいけるって思い、もちろん彼の実力はしてたんで、ですよね、大丈夫です、三宅君で行きましょう、そうですか、じゃあそう言うならじゃあ行きましょうかぐらいな、感謝しろよ三宅健太みたいな僕逆に他のアブ様以外のキャストがどうなるかが全く分かんなかったんですけど、周りに実は言ってて、もしその全体的に若いキャスティングになるのであれば、アブドゥルって三宅健太氏がいいなってポロッと言ってた時があって、そこに来たからめっちゃ嬉しかったんです実は。だからそのエピソード後で聞いて、実は上がっててやばかったって話を聞いて、おーいってよかったね。まあそうなんですよね。並びもあるしね、いわゆるバランスで小野くん来て、平川くん来て、小松さん来てって、でアブドゥル誰にするってもう三宅くんしかないなと思ってね、大丈夫ですって宮野さんが大丈夫です監督大丈夫ですよかったなまあでも本当これもある意味奇妙なバランスで成り立っているキャスティングのお話でしたけれども、なんとお時間です。じゃあ今日は読みません。岩波義和、精密動作性 C、 成長性 C。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースオラオラジオエンディングです。はい、ちょっと心折れたね今ね。いやー折れますよ、喋りすぎ岩波さんにも指摘されましたが今、いやーギリギリになってますきっと編集で、というわけで岩波さんの、能力説明なんですが、破壊力 C、てか全部 C なんですけど、俺のスタンドはモノローグスタンド名モノローグドギャン、頭の中に浮かんだ言葉が全て口に出てしまうそれ何それ何っていうか、それ全然プラスじゃないじゃないですか。そうだから非常にこう凡庸な能力なんですよね。単に頭の中に浮かんだ言葉さっき出るんですけど、よく出ちゃうんですか。帰りて今か腹減ったとか、それそうですよね、それスタジオで疲れてる時に出るやつですよね。もう遊んで暮らしたいとか極めて破壊力もないし、そうですね、スピード力もないし、射程距離なんて言って半径3メートルぐらいの聞いてる人だけだし、そうですね、大丈夫ですか。でもその言い訳、こいつはあまりな言葉言ってるんじゃないかっていう時に、これ俺のスタンドだからって実際使ってるんですよ。そうだ、言い訳そう言い訳としてなるほど。そうだ、確かにマイナスなこと言う時のデメリットもあるけど、それは俺のスタンド能力俺のスタンドがそうさせるんだ。じゃあしょうがないかジョジョの現場でしか言わないけど、言わないから、いやもうどうかしてるよこの現場まあでも本当岩波さん含めてジョジョの現場っていいですね。なんかそういう愛に楽しいっすよ。やっぱやりがいがあるしね。やりがいありますね。そんなにね一生のうちに本当にやりがいのある作品ってね、実はそんなにないんだよね。ぶっちゃけね、たくさん仕事させていただいてますが、モノ君も言いづらいだろうけれども、なんか、旅してる感覚が本当にあるし、なんかこれ終わった時に俺は本当にジョジョロストになってしまう気がしてジョジョロスになる気がして、いやそれぐらいなんか全部注ぎ込んでる感じ。じゃあ打ち上げではたっぷり飲みましょう酒飲まずにはいられないというわけではい、これからも、ジョジョ並びにジョジョラジオよろしくお願い、オラオラジオ、よろしくお願いいたします。お相手は空城城太郎役の小野大輔と音響監督の岩波義和でした。やれやれだぜ。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。